こんばんは。はるけです。今回はアタッカー限定の両コスパ選手ベスト11になります。個人的におすすめができるコスパ選手たちの、紹介になります。で、今回ですね、アタッカー限定のベスト11ということで、フォワードの選手ですね、11名、安くて強い選手たちを紹介していきたいなというふうに思います。じゃあそれでは、早速紹介をしていきます。まずはですね、TOTS クドゥスです。クドゥス。クドゥス値段的にはですね、25,000で買うことができます。前回もね、紹介をした選手ではあるんですけど、比較的、ドリブルだったりとかが非常に細かく、しやすいような選手で、さらにスピードもあるという風な選手になりますね。で、パスも上手くてですね、ラストパスも出せるという風な選手で、前線の選手としては、意外にもですね、非常に強い、選手、安いんですけど強い、そんな選手になってますね。冷静さだったりリアクション少し低めで、もう少し高ければより良かったかなという風には思うんですけど、この選手25,000で非常に安くですね、逆足が3なんですけど、そこだけ注意をすればですね、普通に活躍ができるような選手になってます。ケミが難しいので、あとは安いっていうこともあって、ワンチャン全然、スパサブとして使うのでもめちゃくちゃありかなというふうに思います。そして続いては TOTS イガロですね、イガロ値段的にはですね、24,000で買うことができます。もう本当にでかい、そして速さも比較的あるという風なストライカーですね。で、決定力に関してはですね、決定力、シュート力っていうのも高くですね、レーザーもある程度はあるという風な選手にはなるので、普通にそれなりには決めてくれるという風な選手になりますね。44っていう風なことも、全然いいですし、あとはケミ的に難しかったりはするので、ちょっとそこが原因で値段的にはかなり安くなってるのかなという風に思いますね。あとはパスはちょっとうまくはないので、ちょっとそこら辺はね、注意は必要かな。難しいパスっていうのはなかなか出しにくい選手ではありますね。比較的でかくて速くて強いっていう風な選手の部類には入るので、そういう選手が好きな方、っていうのは、スパサブとして、やっぱスタメンで使うのは難しいので、スパサブで、そういう風なでかい選手の代わりに、ちょっと入れるっていうのも全然ありなのかなという風に思います。で、そして続いては、トロフィータイタンのファンバステンです。ファンバステン値段的にはですね、94,000で買うことができます。10万を切っているという風なことでですね、非常にこの選手も決定力に秀でた、ストライカーになってます。で、あとはでかいですし、フィジカルに関してもね、簡単に負けないという風なところがいいと思います。で、やっぱり、ファンバステンってやっぱりペースが、スピードの面で遅かったので、そこがトロフィータイタンで強化をされたという風なところが非常にポイントかなという風に思いますね。で、この選手もちょっとパスに関してはあまり上手くはないので、ビルドアップはちょっと注意は必要かなという風に思いますし、あとはドリブルも、ちょっと重たい、選手にはなるので、そこもちょっと気をつけないといけないかなという風なところですね。ですけどやっぱりこれまでのファンバステンよりはですね、かなり使えるようになってる選手にはなるので、ちょっと試していただければ嬉しいなというふうに思います。この選手もでかくて速いっていうような部類には入るので、そういう選手が好きな方はファンバステン一度使ってみてほしいなというふうに思います。で、そして続いては TOTS コロムアニですね、コロムアニ。コロムアニ値段的には64,000で買うことができます。この選手もですね、普通に強いですね。で、この選手もいいところは、もちろんこの選手もでかくて速いんですよ。でかくて速くて、フィジカルでもね、そこまでめっちゃ負けるっていうことはないんですけど、ちょっとね、ドリブルがね、軽い。扱えるぐらいの選手になってるっていうようなところがこの人のいいところですね。自分はね、身長187センチあるんだけれども、やっぱり、これだけね、全然扱えるっていうレベルだったんで、それはちょっと驚きでしたね。君的にはフランス人で組めればっていうようなところなんですけど、どうしても君が組みやすいっていう風な選手ではないんですけど、比較的安くてですね、本当にコスパの選手の、
こう、王様というか、エースストライカーになれるような、存在にはなるので、個人的にはかなりコロムアにもおすすめかな。もう、これこそまさにコスパの選手、としては非常におすすめできるような選手にはなるかなというふうに思いますね。パスも全然出せる選手にはなるんで、さすがの TOTS だなというふうに感じます。で、そして続いてはネイマールですね。ネイマール値段的には28,000で買うことができます。最近ですね、TOTS でも、来た選手なんですけど、金でもですね、自分は全然いいと思います。というより、先週ですね、金のネイマール使ってました。実際に CF で。で、全然やれました。普通に、強かったですし、やっぱりネイマール特有の、ドリブルの軽さっていうのは、金の時からあるので、持ちやすいなという風に、またこう改めて今の時期でも感じました。もちろん理不尽な、こうフィジカルだったり、こう抜き切る力っていうのは、もちろん他の選手もね、強くなってるので、理不尽さっていうのはあまりないんですけど、それでもですね、やっぱり使っていて、金でこれかっていう風にやっぱり思える選手ではあるので、初心者の方だったりとかは、非常におすすめかなという風には感じますし、かなりこの選手も値段が安くですね、おすすめにはなるかなという風には思います。28,000なんでね、かなり、安くておすすめかな。かつやっぱり55っていうのもね、でかいですし、金で今の現状でも戦えてるっていうのは数少ない選手かなという風に思います。で、そして続いては RTTF ラメラですね。ラメラ値段的には15万で買うことができます。EL でですね、セビジャ優勝をしたことによって55になりました。あとはですね、やはり能力的にも、だんだんアップグレードしていったというふうなことで高くなってますね。ペースもあって、シュートも打てて、パスも上手くてドリブルもできるという風な選手になります。で、あとはフィジカルに関しても意外とね、高い。そんな選手になりますし、あとはサイド、ウイングの選手としてはですね、守備も、ある程度はできる、そんな選手になりますね。で、あとはですね、やっぱり高精度シュートだったりとかっていうのをアウトカーブだったりとかを持ってるという風なところも非常に素晴らしいポイントでですね、非常にやっぱり使えるような選手にはなって、優勝した結果、こういう風な選手が生まれたっていうのは非常にでかいなという風に思いますね。ボディタイプもリーンという風なことで、身長181センチなんですけど、ある程度持てるという風な力を持ってるような選手になるんで、これだけの能力で、かつやっぱり55でっていう風な選手が15万っていうのは、安いなという風には感じるので、今回コスパの選手として紹介をしました。で、そして続いては TOTS ボリーニですね。ボリーニ値段的には46,000で買うことができます。この選手サブリーグでですね、シュペルリガ、トルコのリーグで、活躍をした選手なんですけど、少し決めは難しいという風には思うんですけど、ペースが速くてですね、ドリブル、特にアジリティ、敏捷の部分が高くてですね、非常にドリブルもしやすい選手になります。で、かつそういう風な選手が冷静さも高くですね、シュートも比較的打てる。結構決定率高く決めてくれるという風なとこ。あとはショートパス。パスに関しても上手くてスルーパスも出せるという風な選手になるんで、強いです。普通に強い。ですし、スパサブの選手としてね、46,000はちょっと高いかもしれないんですけど、コインがね、ある方っていうのはこの人をスパサブとして迎え入れてもいいのかなというふうに思います。なかなかこう、イタリアでケミを組んだりとか、しないと、難しいかなというふうにも思うので、スタメンで使うのは、ちょっと、多くの方は難しいかもしれないんですけど、それでもボリーニっていう選手が、これだけの能力を持ちながらですね、46,000っていうのは非常に安いので、おすすめかなというふうに思います。で、そして続いては TOTS ベラですね、ベラ値段的には10万で買うことができます。スキル5にもなりましたし、もともとこの選手もドリブルが非常に軽い、そんな選手になりますね。で、かつペースも速くなっているので、相手を置いていける、そんなスピードもあるという風な選手ですね。キリに作った方はですね、MLS のこのクラブで、LAFC で、
こう組めるっていうことができるかなと、いうふうに思いますね。まあ基本的には蹴りにいないとちょっと難しいかなというふうにも思うんですけど、まあこの選手も非常にやっぱり使いやすくですね、何でも前線の選手にはできる。そんな選手がやっぱり10万っていうのはちょっと安いなというふうに、思うので、まあ全然この人もありかな。まあ安いなというふうに、感じつつですね。やっぱりこうスキルが5っていうのは一つ、やっぱ大きいね、いいポイントなので、まあかなり使えるなというふうな選手ですね。まあベラも普通に10万ですけど、おすすめかなというふうに思います。で、そして続いては TOTS ムフタールですね。ムフタール。ムフタール値段的には18万5000で買うことができます。まあ逆足5の選手でですね、ちょっとね、ベンエデルチックな選手になります。逆足が5で身長も少し低めで、まあシュートの振りが速くて決定力高いみたいな、選手になりますね。なのでやっぱりベンエデルが70万ぐらい。っていうことを考えると、やっぱりこの選手の18万5000、っていうのは安いなというふうに感じますね。やっぱりこれだけの能力を持ってるっていう風な部分がやっぱり TOTS という風なことで、まあ一つですね、この選手は MLS メジャーリーグサッカーの、まあ、目玉の選手として出てきていたので、まあ比較的この選手は強い選手になりますね。まあドイツで組むしかないかな、ということも思うんですけど、まあ、それでもやっぱりこの選手も非常に強くてですね、ST としての決定力っていうのは申し分なく、意外とこうフィジカルもあるという風なところが、いいポイントかなという風に感じます。あとはやっぱりドリブルも本当にしやすい。まあ、本当、そうですね、やっぱりベンエデルだったりエウゼビオ、みたいな選手にはなるので、そういう細かくて、シュートも決定力高くっていうような選手が好きな方は、ムフタールはめちゃくちゃ合うなという風に感じます。で、そして続いては、フットバースデー、ジョアン・フェリックスですね、ジョアン・フェリックス。ジョアン・フェリックス値段的にはですね、少し高くなります。28万で、買うことができます。まあ、28万という風な、少し高めの設定ではあるんですけれども、基本的にはやっぱり5-5で、あとはフェリックス自体のこう使いやすさっていうのも、ありますし、パスも上手くてシュートも打てるという風なところがいいポイントかなという風に思いますね。決定力、シュート力、今の現環境だったらそこまでめっちゃ高いっていうような数字じゃないと思うんですけど、まあレスは91という風なことで意外にも、全然決めてくれるような、選手にはなるので、であとはペースもね、速いので、まあ、圧倒的決定力っていう風なね、ST ではないので、こう2列目だったりとか、まあ2トップの一角とかで、まあ使うのが一番合ってるのかなっていう風に思いますね。で、あとはやっぱり使っていてね、かっこよさ、っていう、まあ、実力じゃない部分もやっぱりあるっていう風なところもいいポイントかなという風に思いますね。まあドリブルも軽いですし、まあ本当にこう抜いていけるっていう風な力を持ちながらやっぱり逆足でもね、決めきれるようになったっていうのは、一つやっぱりでかいかなという風に感じますね。まあ個人的にはフェリックスもかなり安くはなってるのでおすすめかなという風に感じます。で、そして最後ですね、TOTS のケインです。ケイン、ハリー・ケインですね。ケインは値段的には20万で買うことができます。まあこの選手もですね、まあ前回紹介をした、カードではあるんですけど、めちゃくちゃ強くないですか、この人。20万で買えるレベルの決定力の選手ではないですよね。なんでやっぱりこの選手の決定力の高さ、そしてスピード、そしてフィジカルの強さ、もうこれだけあれば、まあスキルがいらないんだっていう風にね、思わせてくれるような、選手にはなりますし、比較的ね、ドリブル重たいんですけど、ドリブル重たい選手が苦手だなって思う方でもケインは使えるレベルなんで、まあ本当にちょっとね、ぜひちょっと使ってない方は使ってみてほしいなって思いますね。難しいこと、やっぱりこうドリブルで細かくて、ね、抜いていくみたいな力はどうしても他の選手の方がいいんですけど、やっぱりスピードと決定力とフィジカルっていう風な部分が、まあ、本当に点を取れるような力持ってるので、まあフィジカルでね、相手になぎ倒すってこともできますし、まあ貫通もしていくような選手にはなるので、本当こう勝利を引き寄せてくれるような、力っていうのがやっぱりありますね。で、かつそういう風なオプションとしてのパスっていうのを持ってるっていうのが素晴らしいですね。ST としての決定力とかっていうのは申し分ないんだけれども、ビルドアップのパス、
っていうのも、まあ、持ってるっていうところも本当に素晴らしいところですね。マジでこう、欠点というか、本当に最強になるため、最高クラスになるためにやっぱドリブルのところとスキルがっていう風なところなんですけど、それがいらないくらい、やっぱりこう、シュート決めきってくれるというか、まあ、チャンスをしっかり決めきる力っていうのがあるので、まあ、相手にいること非常に多いと思うんで、ケインの強さっていうのは、まあ、分かってる方多いと思うんですけど、まあ本当に引き続き、この選手もめちゃくちゃ、ね、20万って高いですけど、この選手の価値からしたら安いなという風に感じたんで、ちょっと今回も引き続きですけど、紹介をしました。まあっていう感じで、これがアタッカーですね。前線の選手たちの、コスパ、両コスパ選手ベスト11になります。またですね、時間が経てば、やりたいなという風には思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。